かつて東南アジアの一帯に存在したとされるスンダランド。縄文人のルーツとの関わりで紹介されることがほとんどだと思いますが、実はこのスンダランドこそが古代ギリシャの哲学者プラトンが記したアトランティスの正体だったのではないか、そんな説があるのをご存知でしょうか。今回はこの説をもとにアトランティスの伝承とスンダランドが重なる点、その自然環境や地理的特徴、そして一夜にして沈んだという伝承を検証してみたいと思います。実はアトランティスが実在したことの手がかりとなるプラトンの記述には、その土地の自然環境に関する描写がいくつも登場します。円形の都市とか強力な軍隊といった特徴だけを見ると、世界の様々な場所に当てはまりそうに思いますが、自然条件の描写に注目すると、その候補地はぐっと絞り込まれてくるのです。現在、東南アジアで象が生息しているのはタイとミャンマーの国境地帯、スマトラ島の奥地などごく限られた地域だけになってしまいました。しかし、このアジア象の存在こそがかつてスンダランドが存在した時代の名残なのです。プラトンのクリティアスにはこう書かれています。アトランティスには多数の象が生息し、草木の豊かさゆえに十分な食物を得ていた。さらにその土地は驚くほど美しく、巨大な果実を生み出し、それらの多くはほとんど手を加えなくとも自然に豊かに実ったと書かれています。水没する前のスンダランド、北半球のほとんどが氷に覆われていた氷期の時代。赤道直下に位置するこの大地は温暖な気候に恵まれ、無数の河川や湖、そして湿地帯が広がっていました。まさに豊かで肥沃、温暖な土地にふさわしい環境だったのです。その一方でギリシャを含む地中海地方は石灰質で痩せた土地が多く、食物とは基本的に人間が努力して手に入れるものでした。土地が肥沃で食物が自然に実り、象が多くいた。この3つの条件だけでもアトランティスが地中海や大西洋の島々ではなかったということがわかります。さらに地理的な条件をプラトンの原文に従って見ていくと、スンダランドこそがその特徴を最もよく満たしていた土地であったということが見えてきます。クリティアスでプラトンは次のように述べています。あなた方ギリシャ人が言うところのヘラクレスの柱の向こうにリビアとアジアを合わせたよりも広い大きな島があった。そこからさらに他の島々、そして大陸へと渡ることができた。当時の航海者にとってその外に広がるのはアトラスの海であった。まずリビアとアジアを合わせたよりも広いという表現から見ていきましょう。プラトンがこの記述を残した古代ギリシャ時代、人々は世界を地中海を中心にした円盤状の地形だと考えていました。その円盤はヨーロッパ、リビア、アジアの3つの地域に分かれていて、リビアというのは当時まだナイル川下流域しか知られていなかったアフリカ大陸、そしてアジアは中東、つまりギリシャと戦争したことのあるペルシアにあたります。当時ヨーロッパと呼ばれていたのは今のようなヨーロッパ大陸全体ではなく、主に南ヨーロッパ、地中海沿岸の地域を指していました。ですからリビアとアジアを合わせたよりも広い島というのは、単に現在のアフリカ北部と小アジアの面積を足した広さというだけではなくて、当時のギリシャ人が想像することのできる世界の総面積を超える存在、またはそれ以上に広大なもう一つの世界がどこかにあったという感覚です。この視点で見てみれば、スンダランドはまさにその条件に合致します。当時のギリシャ人にとって現在のアジアは全く未知の領域でした。およそ紀元前1万年頃から紀元前4000年頃まで続いた海面上昇によって、スンダランドは現在のようなジャワ島、スマトラ島、ボルネオ島、マレー半島といったような島々の姿へ変わりました。地図を見ても
この海域には今でも薄い水色の浅瀬が広がっているということが確認できます。それがかつて陸地だったことの名残なのです。これほどの広さを持ち、さらにアトランティスの伝承とほぼ同時期に水没した地域は他には存在しません。それではなぜスンダランドがアトランティスの候補地としてこれまで注目されてこなかったのでしょうか。その理由は2つあります。一つはスンダランドという存在が地質学や気候学の発展によって比較的最近明らかになった新しい発見であるということ。そしてもう一つが具体的な場所を示すキーワード。ヘラクレスの柱がスペインとアフリカの間にあるジブラルタル海峡のことを指すものだとして解釈されてきたということがあります。しかし実はこのヘラクレスの柱についてもプラトンが生きた古代ギリシャ人の感覚から読み直してみると全く異なる可能性が見えてくるのです。早速見ていきましょう。ヘラクレスの柱というのはスペイン側とアフリカ側それぞれにある高い岩のことを指します。しかし古代ギリシャ人にとってヘラクレスの柱とは単なる地名ではなく人間の到達限界を意味する神話的な境界の記号でした。全能の神ゼウスの子である英雄ヘラクレスが西の果ての島に住む怪物を退治する途中で地境を切り開いて大西洋と地中海をつなげた。または世界の果ての印として2本の柱を立てたと伝えられています。実際ヘラクレスの柱という呼び名はジブラルタル海峡だけでなく海峡を挟んで2つの岩山が向かい合う場所を示す言葉としてしばしば使われていました。例えばシチリア島とイタリア本土を隔てるメッシーナ海峡、黒海の入り口ダーダネレス海峡、さらには紅海やナイル川河口の岩礁にも同じ呼称が使われていた記録があります。この物語はエジプトの神官がギリシャ人に語る形で書かれています。つまり神官は自分たちが知っている遠い世界の話をそれを知らないギリシャ人にも分かるようにギリシャ的な言葉に置き換えて伝えた可能性が高いのです。つまりヘラクレスの柱とは海峡のように2つの岩岬が向かい合っている場所、その向こうに未知の海が広がっている場所、そこを越えることが勇気や越境の象徴になる場所。この視点から見ればスンダランドにもヘラクレスの柱に相当する場所が存在していたと考えられます。それが現在のバリとロンボク島の間を隔てる海峡です。インド洋を渡って航行してきた船がスンダランドに入る玄関口となったのが現在のバリ島とロンボク島の間の海峡だったと考えられます。なぜこの海峡が入り口だったのでしょうか。スンダランドが存在した時代にはマラッカ海峡はまだ海として開いていませんでした。スマトラ島やジャワ島の西側は切り立った崖が続く険しい海岸線が広がっていたため西からの航行は困難。そのため広大なスンダランド内部への海域に入る唯一の門がこのロンボク海峡だったのです。ジャワ島とバリ島の間の海峡は水深が浅いのに対してロンボク海峡は約250メートルの深さを持ちます。この海峡は生物分布の境界線ウォレス線が通過する境界線であるということでも知られています。ロンボク島の西側、現在のバリ島までの領域がアジア系動物の住むスンダランド。ロンボク島から東側はオーストラリア系の有袋動物が住むサフールランド。この幅 18km ほどの海峡がまさにヘラクレスの柱に相当する場所だった可能性があります。この海峡を船で進んでいくと左手にはジャワ島から現在のボルネオ島につながる
スンダランド南部、豊かな草木が茂り、象が群れをなす大地が広がります。これが豊かで大きな島アトランティスの姿と重なります。そして右手にはスンバワ島、フローレス島、ティモール島など島々がつながる列島地帯。これはプラトンの言うそこから島々を経てという描写と一致します。そしてこのさらに向こうに広がるのがオーストラリアとニューギニアが一つになった巨大な大陸サフールランド。プラトンが語ったその向こうにある大陸、真の海、つまり未知の世界。このスンダランドとサフールランドの間の地形はプラトンの記述と驚くほどぴったり一致するのです。そしてさらに驚くことに一昼夜のうちに沈んだという劇的な描写、そのメカニズムまでもスンダランドが沈んだ後に残された東南アジアの島々の地形から読み解くことができるのです。広大な陸地が一晩のうちに沈む、そんなことは本当にあり得るのでしょうか。確かに北半球の陸地の大半を覆っていた南極大陸にも匹敵するほどの巨大な氷が溶け始めたことで、スンダランドは現在のような島々だけを残す姿へと変わっていきました。しかし120メートルにも及ぶ海面上昇は数千年という長い時間をかけてゆっくりと進行したはずです。ところがその過程では短期的で急激な海面上昇が何度も発生していたということが地質学的に確認されています。巨大な氷海が海に崩落すればそれだけで数メートル規模の海面上昇を引き起こします。さらに氷の重みで押し下げられていた大地がその圧力から解放されるとアイソスタシーと呼ばれる地殻の隆起が起こります。これによって生じる地殻の歪みは世界各地に波及し、火山活動や地震を活発化させたと考えられています。現在のインドネシアの地図を見てみると、火山が半円を描くように連なっていることがわかります。スマトラ島からジャワ島、バリ島、ロンボク島、スンバワ島、フローレス島、ティモール島まで連なる世界で最も活発な火山帯。この一帯はスンダアークと呼ばれています。もしもこれらの火山が連動して一斉に噴火したとしたら、半円の中心部に向かって四方から巨大な津波が押し寄せ、アトランティスが一昼夜のうちに沈んだという伝承通りの現象が現実に起こったとしても不思議ではないかもしれません。もちろんそのような大噴火が実際にあったという直接的な証拠があるわけではありません。しかし物理的には十分に起こりうると考えることができます。スンダランド全体としては数千年をかけて水没していきました。けれどもその過程のどこかで火山の大爆発と大津波によって一度に多くの土地が水没した瞬間があったとしても不思議ではありません。特にこのスンダランドの入り口であったと考えられるバリ島とジャワ島、ボルネオ島の間の海域は水深が浅く早い段階で水没した場所の一つだったと考えられます。そしてここまで一致するのであれば、アトランティスの首都、高度な文明の象徴である円形都市、この条件を満たす場所もどこかに存在していたのではないのでしょうか。実際にその円形都市の条件を満たす場所を探した研究が存在します。次回はその研究に基づいてジャワ島の海底に円形都市の痕跡が存在しているという驚きの説を紹介していきたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。